おはようございます。無職の TK です。孤独と退屈の時代、2025年、日本は3人に1人が65歳以上。かつて経済大国と呼ばれたこの国は、今静かに沈み始めている。団塊の世代は後期高齢者となり、年金に頼れない時代がやってきた。誰もが自分のことで精一杯。生きる意味を見失った人たちが、今日もまた一人また一人と増えていく。おいらはそんな時代に取り残された就職氷河期世代。100社以上の面接を受けても最後まで名前を呼ばれることはなかった。自分にはもう価値がない。そう思った。社会のレールを外れ、孤独と退屈の中で生きている。日本でニートと呼ばれ、逃げるようにアメリカに渡った。あれから13年、いまだに無職。逃げ続けた人生に果たして未来はあるのか。本日も無職の TK をどうぞ最後までごゆっくりお楽しみください。朝から抗うつ剤を飲んでうつ治療センターへ行く。久しぶりに早く起きることができたので屋上へ向かった。ずっと部屋に閉じこもっていたら気分がめいるので、ここから大好きなマンハッタンを眺める。部屋に引きこもっているといつも同じ風景だが、ここからは世界が見渡せるのだ。朝日を浴びると気分が良くなった。ニュージャージーに引っ越してからはアパートに引きこもるようになったおいら。またセントラルパークを歩きながら朝日を浴びてみたい。うつ治療センターに着いた。最後に健康診断を受けたのは日本に行った10年前。無職には健康診断が定期的に行われないのだ。うつに加えて大腸や胃のポリープ、糖尿病、脂肪肝、すべて当てはまると思って毎日生きている。次日本に帰ったら健康診断だ。一通り体を動かしたので家に戻る。家に着いた。妻と結婚した3年前は確かおいらも90キロぐらいだった。それが現在106キロ。このままではヘーゼルが成人するまで生きることができないので、少し減量しようと思う。20代、30代の頃は永遠に続くように思えた人生も40代を迎えて
終わりが見えてきた。折り返し地点に着いた今、毎日を大切に生きるのだ。ヘーゼルのタミータイムルーティーンだ。みんなを見て、ティッケーズの方。ティッケーズの方を見て。手を前にフランクみたいにちゃんとしなきゃ。何をフランクって。フレンクしなきゃ。フレンクみたいに。おう、ちょっと。タミータイム。1日20分目標に頑張ろう。30分。頑張る。3分やれば。3分やればこれ手からここを何こっち側をこう引っ張っていや、見たら、この中、ここにシュッ入れ。ここやってみろ。足からでダメな足からでダメなここに入れて、シュッこんなにして、シュッ。妻が朝ごはんを作っていく。小麦粉にイーストを入れて、それを振り機にかける。バターを適当な大きさにカットする。砂糖、牛乳、混ぜ合わせた小麦粉とバターをビタミックスで混ぜる。牛乳と卵黄を溶かしたものを加えて、もう一度ミキサーにかける。ミキサーにかけた小麦粉をまな板に出す。朝ごはんに使う生地が完成した。ボロボロの生地を何度かこねて固めていく。生地を少し寝かせるためにラップする。冷蔵庫で生地を寝かせている間はヘーゼルとタミータイムだ。大変お待たせしました。生地が発酵したようなので、今度こそ朝ごはんを作っていく。生地を型でくり抜く。かたどった生地にバターを塗って焼いていく。スコーンが焼き上がった。どんなに朝ごはんに時間がかかっても、おいらは無職、辛抱強く待つのだ。妻がモーニングコーヒーを入れる。今日の朝ごはんは手作りスコーン。
いただきます。スコーンといったらこちらのクロテッドクリーム、ジャムと一緒に塗って食べるのが定番だそうだ。ごちそうさま。またヘーゼルのタミータイムだ。天井ばかり見つめる生活から卒業するため、背中の筋肉を鍛えていく。なんで顔を地べたにくっつけてる。カエルの歌が歌ってる。お前大丈夫か。はい。へいでー。カエルの歌が聞こえてくるよ。ギャーギャーゲラ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 ギャーギャー。ここに手を入れて、あ、爪が落ちてる。ここからここの手を入れて、タミータイムに疲れてヘーゼルが眠ってしまった。寝ているヘーゼルをもう少し抱っこしていたいが、おいらにはやるべきことがあるので妻に渡す。無職のおじさんがゴミ箱を漁っていく。間違えた。洗濯物をしていく。家族が寝ている間に掃除洗濯を済ませる。そこは自分の場所だとクレームを入れるジボン。洗濯が済んだので部屋干しする。先月の電気代が$300を超えたので衣類乾燥機はあまり使えない。家事に疲れたのだろうか、無職のおっさんが眠ってしまった。寝相の悪い無職の夫をよそに妻がヘーゼルと遊ぶ。
頑張れ。頑張れ。なんで足がバッテンになった。頑張れ頑張れ。こっち来い。来い来い。Hey there. Hey there. 頭が重い。妻がキムチを作っていく。韓国の食卓に欠かせないキムチ。昔はどの家庭でも手作りするのが当たり前だった。冬が来る前に家族みんなでキムチをつけるキムジャン。親戚も集まって一日がかりで仕込む。そんな冬の恒例行事だった。妻の母親世代は毎年のように家でキムチをつけていたそうだ。最近では市販のキムチを買って済ませる若い世代がほとんど。実は妻も今回が人生初めてのキムチ作り。母さんから教わったレシピを頼りにヤンニョムを手作りで仕込んでいく。白菜に1枚ずつ丁寧に塗り込む。キムチをつけるっていうのはただの料理じゃなくて家族の味を受け継ぐこと、そして文化を未来につなげること。手作りのキムチにはスーパーじゃ絶対に買えない思い出と物語が詰まっている。キムチは難しいですね。失敗は成功の加算だって言った。ただおいらここに来て言いにくいけど辛いものが苦手でキムチはあまり食べないのだ。とほほ。キムチ作りを終えて妻が夜ご飯を作っていく。まずは韓国のお惣菜パックを並べる。手前から桜餅のしその葉みたいなやつ、大根のキムチ、きんぴらごぼうみたいなやつ、黒豆、そしてうずらの卵だ。ニンニクを細かく切る。ネギをみじん切りにする。きゅうりは千切りにしておく。カニカマをほぐして入れる。あ、スパトゥナ忘れた。夜ご飯も食べるだろうな。砂糖、マヨネーズ、よくかき混ぜる。きゅうりとカニカマのサラダ。こちらはトレーダー・ジョーズで買ったカルビ。もやしのスープ。
今日の夜ご飯は韓国定食。いただきます。いただきます。これはごぼう。これはさっきがね。ラディッシュ。あれラディッシュ。これはしその葉みたいなやつ。これご飯につけて食べるんだよ。あんまこんなに。桜餅のしその葉の味だ。もやしスープ。おいしい。おいしかった。完食。ごちそうさま。ヘーゼルはおばあちゃんとテレビ電話。無職のオイラは隣の部屋で洗濯物を畳んでいく。洗濯物を畳み終わったらヘーゼルの寝支度を済ませる。今週も TK ズからのコメントを読んでいく。ヘーゼルちゃんってママになんでしょうか。ジワンさんのお顔わからないけど TK さんにあまり似ていない気がします。そういえば周りからもヘーゼルは妻に似ているとよく言われる。おいらの遺伝子まで劣勢で絶望します。失敗。おいらは猫たちに夜ご飯をやる。ヘーゼルちゃん。眠そうだね、いきなり。寝るか。自分が寝たいんじゃなくてこのまま寝るか。危ねえよ。危ねえよ。布団で隠しなきゃ。おしゃぶり嫌い人間。おい、寝るな。信用できねえよ、お前。お腹が邪魔して自分一人では切ることができない足の爪を妻に切ってもらう。うわ、汚い。うわ、完全なお父さんの足になった。24時間裸足で生活するおいら。かかとが乾燥するのだ。本日もご視聴ありがとうございました。おいらの引きこもり生活はいかがでしたか。ここまで見てくれたあなたは間違いなく TK ズ。毎週月曜日と金曜日が待ち遠しいだろう。おやすみなさい。次回の無職の TK は美味しいパスタと無職のおっさんの図工の時間。願い事が無職の TK グッズ好評発売中。そして今プレミアメンバーに入会いただくと無職の TK シールプレゼント中。欲しい